忍者と聞けば多くの人が思い浮かべるのは暗闇に潜み刀を操り敵を次々と倒していく戦闘のプロフェッショナルではないでしょうか。ところが今回ご紹介する歴史的事実はそのイメージを根底から覆すものです。忍者の最も重要な任務の一つは医療でした。そしてくの一女性の忍者は薬草と毒の知識において当時の一般的な医師をはるかに超える専門性を持っていた可能性があるのです。今日は一次資料に記された忍者の医術の実態に迫ります。まず注目すべきは江戸時代初期に成立した忍術書の中でも最大の体系書万川集会です。全22巻からなるこの書物は忍術のあらゆる側面を体系的に記録しています。その中に釈術と呼ばれる独立した章が存在します。傷を癒す薬草の使い方、解毒剤の調合法、さらには人を眠らせるための薬の処方まで実践的な知識が詳細に記されているのです。万川集会が挙げる代表的な素材の一つに節があります。これはトリカブトの根から得られる成分で少量であれば鎮痛や麻酔の効果をもたらしますが、摂取量が増えれば心臓を止める猛毒へと変わります。忍者はこの薬と毒の境界線を精密に把握し状況に応じて使い分けていたとされています。またマンダラカ、現代でいう朝鮮朝顔は吸入すれば幻覚を引き起こす成分を含んでおり敵の混乱を誘う用途にも使われたという記録があります。もう一つの重要な忍術書小人記もまた医術に関する記述を含んでいます。山中での長期任務中に負傷した場合の止血法、野草を用いた感染症の予防策、体力を維持するための食事術など自給自足の野戦医療がいかに重視されていたかが伝わってきます。さらに小人記は忍者が敵の飲食物に混入できる毒の種類とその解毒法の両方を記載しています。毒を知る者のみが毒から身を守ることができる、この逆説こそが忍者の医術思想の核心でした。ではくの一はこうした知識をどのように活かしていたのでしょうか。くの一に課された使命は社会への深い浸透でした。女性は薬師、産婆、行商人または旅の巫女に扮することで城下町や農村に自然に溶け込むことができました。これは男性の忍者には難しい、女性だからこそ可能な重宝手段だったのです。薬師として振る舞うくの一は薬草の処方や傷の手当てを行いながら城内の権力関係、食料や武器の備蓄状況、兵士たちの士気を静かに把握していきます。医療の提供と情報収集が一つの自然な行動の中に重なり合っていたわけです。これは医療による諜報とも呼べる極めて高度な戦術でした。医術の知識は戦闘や闘争の局面でも忍者を助けました。自分が毒を盛られた際の解毒法を知っていること、長距離逃走中に足の傷を素早く処置できること、こうした生存技術は任務の成否に直結するものだったのです。さてここで現代のくの一イメージについて考えてみましょう。映画や漫画、ゲームの世界ではくの一はほぼ例外なく色仕掛けを得意とする女スパイとして描かれています。肌を露出した忍び装束、男性を誘惑して情報を奪う手口、こうしたイメージは20世紀以降の大衆文化が繰り返し再生産してきたものです。しかしこのイメージは歴史的な根拠が極めて薄いのです。現存する忍術書に書かれた女性の役割を確認するとそこに色仕掛けへの言及はほとんど見当たりません。万川集会の記述においてもくの一に求められるのは変装の巧みさ、薬草毒草の知識、そして状況を冷静に観察して記憶する知的能力です。フィクションが強調する身体的魅力ではなく知識と技術こそがくの一の武器だったわけです。一部の研究者が特に注目するのは産婆、助産師としてのくの一の役割です。出産という最もプライベートな場に立ち会える女性は権力者の後継ぎの誕生に関わりながら家中の内情をいち早く知ることができました。純粋に諜報の観点からもこれは極めて価値の高い情報源となり得たのです。女性だからこそ入れる場所に入り込み、女性だからこそ引き出せる言葉を集める、これがくの一の最大の強みでした。色仕掛けのイメージが定着したのは明治時代以降の講談本や昭和期の映画小説を経由してのことです。実際のくの一が担っていた薬師産婆、行商人としての浸透工作はあまりにも地味でエンターテインメントにはなりにくかったのかもしれません。しかし皮肉なことにフィクションがくの一を性的記号として賠償化する一方で史実のくの一は最高水準の知識労働者として機能していたのです。忍者の医術は単なる便利な知識ではありませんでした。それは戦国という時代を生き抜くための総合的な知識体系の一部でした。薬と毒の境界を操り敵地に深く浸透し情報を得て生還する、
その全てのプロセスに医術の知識が不可欠な役割を果たしていたのです。くのいちの薬草毒の専門知識は現代の視点から見ても驚くほど合理的です。彼女たちが活用した節やマンダラカの成分は現代薬学においても重要な研究対象です。ニア草を用いた外傷処置や感染症予防の知恵は現代の統合医療や民間療法の中に形を変えて今も受け継がれています。薬と毒を熟知し、人の心に溶け込み、どんな環境にも馴染む。それが忍者の医術が体現した知の体系の真髄でした。忍者が実践した医術は時代を超えた生存の知恵でした。そしてその知恵を最も高いレベルで体現していたのがくのいちだったのかもしれません。忍者の知識体系は医術だけにとどまりません。その全容は現代人の想像をはるかに超えています。このチャンネルでは一次資料が語る忍者の真実をこれからもお届けしていきます。チャンネル登録をして次の動画をお待ちください。